はい、こんにちは。今日はね、財宝探しやっていきたいと思います。前回空母に艦載機を搭載できたので、これで海底のお宝とちょうどバージョンアップで実装されたお宝を探しに行きたい。で、いろんな調整をやった最終形がこの形なんだけど、実はね、困ったことがあったりしたので、まずはそこからやっていきましょう。実際に動いてるところを見てもらった方が早いんだけど、動いてる途中で飛行機がどんどん壊れていくことがあるんだよね。この世界では物の付け外しをした時に接触しているものがダメージを受ける現象があるんだけど、火が燃え尽きた時に外した判定が入って、それでダメージを受けてるみたいですね。これ不思議現象ではあるんだけど、もう慣れっこになっててどっかカチンっていったなーくらいの認識になってるんだけど、少し前にプロペラが吹っ飛んだのも港に帰ってくるまで気づかなかったんだよね。で、ここまで派手な壊れ方ってのは今までなかなかなかったので、原因究明とか対策とかも試してたんだけど、結論としては火を使わずに電気だけで動かすことにしました。と、ここまでがバージョン 1.5 での動きなんだけど、バージョン 1.6 になって試してみると、火を使っても壊れなくなってますね。確率が下がってるだけで、壊れるときは壊れるかもしれないんだけど、5回やって1回も壊れませんでした。多分アップデートでの調整で緩和されてるんじゃないかなとは思うんだけど、物の付け外しでダメージが入る現象自体は残ってるみたいで、いつ壊れるかっていう不安はあるので、予定通り電気だけで動かす方針でいきます。なのでエンジン何個か積んでるんだけど、ひとまず飾りと思ってください。その他冒険をした先で必要になりそうなものを一通り積んでるのと、実用レベルにならなかったけどとりあえず積んでるものとかもあるので、この辺は役に立つ時にお話しします。ということで、いざ財宝探しの旅に行ってみましょう。なかなか好調な動きですね。アップデートでモーターの調整が入ったみたいで、前よりもいい感じに動いてる手応えがあります。ちなみにこの船は左に寄る現象があったのをいっぺん直したんだけど、モーターが強くなったせいかまた左に寄りますね。前回畳んで立ててた翼は取り外して後ろの方につけてます。立ててると風の影響をかなり受けるからこうしたんだけど、その分左側の空気抵抗が大きくなってるはずなので、もしかしたら左による現象、これが原因かもですね。腕力で右に押さえることで直進できるし、右旋回したい場合はモーターを切れば腕力で動かせるので、この辺は要調整ですね。よし、もともと見えてはいたし、
試運転で何回か到着してたりはするんだけど、まともに上陸するのはこれが初めてですね。とりあえず船はその辺に停泊させとくとして、ちょっと探索してみようかな。この船はバッテリーはある程度積んでるんだけど、発電はこのドローン発電が頼りですね。ドローンは陸地でしか動かないので、適度に陸地に接舷して時間を潰して充電する必要があります。火力発電は実績があるんだけど、さっきお話しした通り、この船で火を使うと危ないんでね。まあとにかく行ってみましょう。飛行機で偵察した時にそんなに大きい島じゃないことは分かってるんだけど、タングステンがありました。こういうのは飛行機からじゃ見えないんでね。銀も少し見つけたんだけど、バージョン 1.6 の新要素はこの島にはなさそうですね。まあ次の島に向かいましょうか。ちなみに後ろの方で回ってるプロペラは向かい風を受けて回ってるだけなので、何の動力にもなってません。バックするための装置として準備してるんだけど、航行時はただの抵抗になってます。それはそうと、そういや新要素のお宝って今回は何があったっけ？ここでざっくりアップデート内容を確認してみると、要塞。これは攻め込むのが難しそうですね。自爆ドローン。これは厄介そうな敵が増えましたね。イエロースライム。ほとんどの物質を食べる？なんか怖いのが来てますね。待って。お宝は？これか。補修剤。で、イエロースライム倒さんといかんのかい。なるほどね。今回は戦闘の楽しみを増やす要素が多そうですね。まあそんなことを考えながら、よし、電池も少なくなってきたのでこの辺に停泊しようかな。さて、何か面白いものが見つかるかどうか。あれはイエロースライム。本当に何でも食べるのかな？石食う。ドローン食う。自慢の武器が。まあ今はあいつにあまり時間をかけたくないので見なかったことにして次に進みましょう。前回偵察した時にもう少し先に財宝っぽい何かが沈んでたはず。あれか？あれっぽいですね。よし、船はこの辺に停泊させるとして、こいつを使って海を進めるかな。こいつは以前プロペラ車として作ったものをリメイクしたんだけど、これとモーターをくっつければ一応前には進むんだけど、水中に潜るためには作ってないので浮いちゃいますね。あとは泳ぐか。
噂に聞いてた通りの合金の箱。そして中にはパカラッチェラありました。金がいっぱい入ってます。さて、あとはこれをどうやって運ぶかなんだけど、いや本当はね、もっとかっこいい仕組みか何かを作って、それで引き上げたいところなんだけど、もうね、今は他に探したいものもあるし、力技で無理やり引き上げましたということで、念願の海底の財宝をやっと見つけることができました。イエイ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 。これだけあれば一生遊んで暮らせそうですね。で、あとは新要素がこの島にあるかどうかなんだけど、ちょっと歩いていくと遠くの方に何か見えますね。あれが新要素の要塞では？ということで行ってみましょう。翼を組み替えたり、微妙に破損してたところを修理したりして、関西偵察機の初発艦。モーターの挙動が変わってるせいじゃないかな。正式な調整は後回しにして、とりあえず飛べる状態にチューニングすると、よし、無事に発艦できました。一応関西機にするときに調整はしてたんだけど、またこいつも調整が必要ですね。まあ間に合わせの調整なのでブレたりはしてるんだけど、まあまあいい感じかな。あれが要塞ですね。噂によると完全体の要塞と壊れた要塞があるみたいで、あれは壊れた要塞でしょうね。ちょっと着陸して、おっと、まあいっか。とりあえず見に行ってみましょうか。空から見た時はボロボロに見えたんだけど、近くで見るとかなり大きいですね。上にビーム砲台がついてるみたいで、曲がるんかい。こりゃ厄介そうですね。おっと、あれが自爆ドローンかな。いて、これ敵が増えたことって今までとは一味違った世界になってるかもですね。こいつは普通のドローンか。ちょっとこいつを縦にして奥に進めるかな。ダメでした。これは難しい。まあ今回は見つけたついでに偵察しに行っただけだし、偵察機には武装は積んでないので素手で立ち向かっちゃったんだけど、これは仕切り直して装備をちゃんと整えてから臨んだ方が良さそうですね。ということで次回は要塞攻略やってみたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。